今や日本を代表するメタルバンドといっても過言ではないベビーメタル。国内外にいるたくさんのファンを混乱に陥れる発表がなされました。なんと2021年10月10日をもってベビーメタルの10年間のレジェンドが封印され、封印が解かれるその時まで我々の前から姿を消してしまったのです。彼女たちの勇姿を見れなくなり、我々も悲しんでいます。2号的にベビーメタルはとてつもなく多くの人々にヘビーメタルという言葉を届けてくれたスーパーアーティストだと思ってめちゃくちゃリスペクトしています。ベビーメタルのコンセプトってアイドルとメタルの融合なんですよね。この2つの要素それぞれがハイレベルに取り込まれているのが彼女たちの魅力です。我々メタケンとしてはメタル要素の方を大きく掘り下げてみました。自分がベビーメタルをすごいと思う要素は2つ。1つ目は何といってもネタとしてただ消費されることが多かったメタルを愛を持って扱っているという点と、2つ目が音作りやボーカルの歌唱力の凄さです。今回の動画では特に1つ目のメタル愛にフォーカスして喋っていこうと思います。音作りの方はアルバム解説と合わせて別の動画で話そうと思うのでそちらをお待ちください。今回の動画はこのような構成で話していこうと思います。よろしければ最後まで聞いてくださると大変嬉しいです。それでは行ってみましょう。ではまずベビーメタルの簡単な解説から。結成は2010年芸能事務所アミューズに所属するダンス&ボーカルグループですね。結成当初のメンバーはボーカルのスーメタル、パフォーマーのモアメタルとユイメタルの3人。彼女たち、ただポップソングをやるのではなく、全然方向性の違うヘビーメタルをうまく混ぜ合わせたところに、彼女たちの意外性と独自性があるんですね。しかも、このメタル要素がやっつけじゃないんですよ。ちゃんとメタラーならわかる愛がこもってる。これすごいですよね。例えば、とあるインタビューで好きなバンドを聞かれた時、モアメタルはベヒーモス、ユイメタルがカンニバルコープスと答えたらしいんです。たとえプロデューサーさんの仕込みがだったとしても、メタルファンならおってなりますよね。今でこそ、ベビーメタルみたいなアイドル×なんとかというスタイルもよく見るようになってきましたが、未だにベビーメタルが最前線で活躍し続けているのは、そこにやっぱりオリジネーターとしての凄みがあるからなんだと思うんです。じゃあ何をすごいと思ったか。やっぱり一つは革新犯的にネタと本気を行き来するバランス感覚の凄さだよね。これまでヘビーメタルって特に日本みたいなところでの世の中の扱われ方ってどうしても面白おかしくおちょくるみたいな扱われ方が多かったかなっていうふうに思うんだよね。そうね、第一ヘビーメタやし。そう。やっぱりそういうところでよく出てくる要素って白塗りの顔に悪魔崇拝してるっていうイメージで、秒がついた革ジャンを着て、ものすごく激しくヘッドバンギングをするみたいな、そういうさ、それぞれの要素があまりにも立ちすぎてるから、やっぱいじりたくなっちゃうよね、どうしても。まあでもそういう要素、何一つ間違ってない。そう。しかもそれにさ、デスメタルっていうワードってさ、デス、死とか言われると、逆にちょっと幼稚感っていうとちょっと言い方あれだけど、安易にデスみたいなことを言うのって、いじりたくなる要素満載だなと思ってて、そういうイメージを、インパクトがあるマーケティング要素みたいに何かに組み合わせてお届けしますよっていう扱いが結構多かったなと思うね。デトロイトメタルシティとかまさにそうで、別に俺あの漫画面白く読んでたからいいっちゃいいんだけど、やっぱりそれで消費されて終わりみたいになるのが、メタルファンの気持ちからするとどこか寂しいな気持ちはあった。ベビーメタル自体も結構ネタっぽい感じは随所に入れてくるんだよね。例えば、ファーストアルバムベビーメタルの1曲目ってベビーメタルですっていう曲で、この〇〇ですっていう文章ってメタルをネタにする時のもまさに典型というか、これもう単純にただたださ、日本語のなんとかです言うのとですが一緒だから、メタルをいじる時にもう使う典型例なわけじゃん。でこれを1枚目のアルバムの1曲目に入れてくるっていうのが、この感じまたかみたいに思ったんだけど、聞いてみるとめちゃくちゃこれ中身メタルじゃんみたいな。それで興味が出て他の曲も聴いてみると、メタル好きならにやりとできるオマージュがたくさん入ってるんだよね。例えば Catch Me If You Can ならスリップノット、暁なら x ジャパン、ロードオブレジスタンスならドラゴンフォースターライトならアフターザベリアルで、と思えば別の曲では可愛らしいキュートなアイドルソングとラウドロックを無理やり合体させて結婚させたような曲があったりして、曲の作り方とかから透けて見えるオマージュ元があって、作ってる人ってこれやっぱり絶対メタル好きなんだなっていう、そこの軸だけははっきりわかる。そういうところのエンターテイナーとしての感覚っていうのはやっぱりすごいと思うかな。これね、確かにね。メタルを題材にしたものとしては、コンセプト倒れで終わらずに、ちゃんと曲まで出し切ったのすごいと思うんだよね。こういうの。ありそうでなかったかな。個人的な話だと、悠々白書のさ、桑原がさ、メガリカのライブ行くじゃん。
メガリカの曲聴きてーとか思うわけよ。なるほど。どんなバンドなんだろうな。でも曲としてはもう全然漫画とかアニメの中でも出てこなかったんだよね。うんうんうん。だからああいうのちょっとね、欲求不満になる。はい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 。これがベビーメタっていうのはまず音楽ありきだから、それはすごいなと思って。うん、そうだよね。やっぱりそこをちゃんとバンドとしてそれを音楽活動として進めていこうっていう風にきちんとって言うとあれだけどやっていこうっていうところはすごいそこは俺自身も愛せるなっていう風に思うかな。じゃあそのメタルへのリスペクトをどういうところで感じるのかについて次は触れようかな。なんといってもいろんなジャンルを彷彿とさせる曲のオマージュ力。やっぱりメタルの知識に裏付けがないと、ここまで手広いジャンルを扱って、で、一曲の中で混ぜて表現するってことがなかなかできないんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。例えば、x ジャパンとか、ハロウィーン、アングラみたいなパワーメタル、メロスピの要素だったりとか、メロデスっぽい要素だったりとか、あとデスコアとかデスメタルっぽい曲の要素も入ってたりとか、あとはヒップホップのトラップとメタルを組み合わせたような曲まで入れてきたりしてて、これってベビーメタルしかなかなかできないんじゃないかなっていうふうに思う。じゃあ、そういったベビーメタルから溢れ出るメタル愛、その源泉がどこにあるのかっていうところを話していこうと思うんだけど、プロデューサーのコバメタルさんがその原動力なんだよね。でこのコバメタルさんのインタビューを読む限り、この人めちゃめちゃメタル好きで、かつベビーメタルでやろうって言ってることを一切妥協せずに突っ走って、いろいろなプロダクトを作り上げてる人なんだよね。でこのコバメタルさんがどういうことを思ってベビーメタルを作ったかっていうところをすごいかいつまんで話すと、ベビーメタルってアミューズの所属のバンドなんだけど、当時カレンガールズっていうアイドルグループをやっていたスーメタルちゃんの歌声を聞いて、コバメタルさんがこの声と自分が好きなラウドな音楽、メタルを組み合わせてメタル×アイドルで売り出せるんじゃないかと思ったのがベビーメタル結成のきっかけらしい。カレンガールズ解散後、スーメタルは桜学院という別のグループに参加。その桜学院に同様に参加していたユイメタル、モアメタルと一緒に3人組の派生ユニットとして活動を開始したのがベビーメタルの始まりだったんだ。アイドルとメタルの組み合わせっていうのは当時あまり前例もなかっただろうから、今の大成功に至るまでプロデューサーのコバメタルさんは全て自分で進むべき道を作っていったと思うんだよね。だからベビーメタルがどんな方向に行きたいかっていうのは彼を追いかけたりしてインタビューを読んだりするのが大事なんじゃないかなと思っています。で実際俺も彼のインタビューを読むためにヘドバンのバックナンバー、例えばボリューム24で3枚目のアルバムメタルギャラクシー出た後に解説インタビューとか載ってるんだけど、ここにはどういうことが書いてあったの？ここでは3枚目のアルバムを作るときに彼がその時に話したのはゴーストいいねっていうことを言ったね。ゴーストいいね。やっぱりそれはシアトリカルな演出で見せるパフォーマンスとかステージングとか、あとなんかよくわからない設定でちょっと思わせぶりにするっていうところの仕掛けであったりとか、そういうエンターテインメント性がある部分にすごい惹かれるみたい。確かにね、ゴーストすごくベイビーメタルのコンセプトとうんダブルとかあるね。トビアス・フォージ以外は全員同じ格好だし、ネームレスグループで。ネームレスグール。パパ・エメリトゥース、1世、2世、3世から、 4世に最近はコピアス気境だね。そうだ、コピア数奇だ。あれなんで名前全く変えるんじゃなくてさ、1世、2世、3世ってあそこだけあれね、変わっていくのなんでなの？あれはなんかザ・クラーチとかいうこの団体から派遣されてきたアンチクライストを育てるって言えばいいな。そのための司祭らしい。へで、1世、2世、3世っていうのは全部別人で、常に前任者をクビにして新たなパパエメリトゥースになるっていうストーリーになってて、で、そもそもなんでそうやって毎回変えるかっていうとね、うんこれはトビアス・フォージの作戦らしいんだけど、毎回ボーカルが変わることによって、一回一回のツアーにそれっきりのものっていう付加価値をつける目的があるらしいんだよ。まあ言ってみればテーマパークの期間限定イベントみたいにしてっていう戦略でやってるらしい。なるほどね。区切りをちゃんと持たせて、バックグラウンドのストーリーをつけることで、自分はどこからファンになったとか、自分はここの部分がすごい好きだったみたいなのを語れるみたいな効果も狙ってるかもしれないね。なるほど。確かに、ベビーメタルもライブとかをしている時に、一定期間ごとで裏側のストーリーっていうのが進んでいっているらしくて、今回のライブではこの期間のストーリーが終わりましたみたいな感じの立て付けっていうことをすることによって、単純に曲を聴くとかライブを見る
るっていうだけじゃなくて、今自分たちはベビーメタルのどのフェーズに参加してるのかっていう心理を持てるようになってるから、そこはすごいゴーストとリンクしてそうだね。なんか似てるよね、やっぱね。こういうエンターテイナー性とか演劇性ってさ、ある意味ヘビーメタルがヘビーメタル足りうるすごい重要な要素の一つだと思うんだよね。そういう意味で言うと、ヘビーメタルって実はすごいメタルの伝統にのっとってる感じしてくるんだよな。まあ確かにそうかもね。何かを演じるって、昔からアリス・クーパーとか、キッス、スリップノットにしたってやってるもんね。この辺に海外のメタルファンたちも反応して、ベビーメタルを違和感なく受け入れてくれてるのかもね。ちなみに、ペディアのコバメタルさんのページのところで、自分の好みをみんなに伝えるために推薦している累計80枚、ウィキペディアで61組のアーティスト、バンドを紹介しているページがあるんで、ちょっとそこを見てみましょう。松浦綾。すごい。ベヒーモスの上に松浦綾。そうだね。アタック松浦やベヒーモス。で、Bring Me the Horizon、クロスフェイスコールドね。だから2000年代のバンド、2010年代のバンドに、パラパラと、いわゆる大御所が入ってるイメージです。ちょいちょい、カンニバルコープスとか、ダークフューネラルとか。でも分かりましたよ。だからこれをやっぱりグッと圧縮して、濃縮、還元して抽出されたのがベビーメタルの楽曲なんだなっていうのは、この一覧を見るだけでも理解が深まるかな。まあこういう感じでコバメタルさんの好みも追ったりしたんだけど、こうやってベビーメタルについて話してきたけど、やっぱりベビーメタルってオマージュ力、自らアイコンとなって世界観に引き込む力、そういうメタルの重要なエッセンスを抽出して取り入れるのが抜群にうまいよね。実際2019年に出た3枚目のアルバムメタルギャラクシーはアメリカのビルボードトップ200で日本人初の13位。もうこの評価はメタル界でも唯一無二の存在と言ってもいいんじゃないかな。だからメタケンとしてはメタルの新しい形としてこれはもう無視できない存在だな強く思ってるんで、まずは100週くらい聞いてから好きか嫌いか判断するってのもおつなもんじゃないでしょうか。そうだね。コバメタルさんがメタル好きっていうのはよく分かったと思うんだけど、フロントに立ってるベビーメタルのメンバー2人も実際にメタル界の大御所なんかとも交流していくうちに今やメタルへのガチさがどんどん増してるっぽいんだよ。インタビューとか読むと彼女らなりにメタルっていう音楽にどう向き合うかっていうのをめちゃくちゃ考えてるみたいではあるんだよね。もっとメタルっていう音楽を世の中に自分たちが広めたいっていうことを二人してて、めちゃめちゃ真面目だなっていう風にも感じるかな。それこそ俺は思うんだけど、もはや彼女たちはメタルの豪華に焼かれようとも歩みを止めないジャンヌ・ダルクのような覚悟をもう持ってしまっているのかもしれない。マノ王の世界観だ。メタルを聴かない者は爆発して死ねばいいっていうマノ王と。まあなんか全然進み方は違うけど、結論が一緒というか。まあでも偽メタルにしようとかまではさすがに言ってないからちょっと違うかもしれないけどね。あ、そうか、そうだね。ジューダス・プリストのロブ・ハルフォードがまあ同じような流れにいるのかな。メタルゴッドって自分で言ってるわけだ。そう。そのメタルというものを概念化してこう表現するっていうスタイルね。だからやっぱりこう、ジュダス・プリストのね、ロブ・ハルフォードがベビーメタルと共演して、で、なんか彼女らにメタルの未来は任せたみたいな感じのことを答えたらしくて、これは重い。そう、重いんだよね。だって、アミューズに入ってアイドルやるはずだったのに、気づいたらメタルゴッドにメタルの未来任されてるって、やっぱそりゃね、メタルってなんだろうって、その辺の人たちよりも考えるよね。そうだね。なんかロブ・ハルフォードに言われたら、まあ確かにその道行くしかないみたいなとこあるよね。そんな風に周囲から期待をかけられた姿を見ていると、メタルの未来を背負わされた業みたいなものも、ほら感じてしまって。なるほど。このね、重圧っていうものを背負いながら、世界に羽ばたいてるっていうのがやっぱすごいなと思うよね。じゃあ最後に肝心の封印について。ベビーメタルってこういう発表の詳細な解説をしないんだよね。今回、レジェンドが封印という発表だったんだけど、ベビーメタル用語でレジェンドはライブのことを指している。だからそのまま解釈すればライブ活動の停止ということだよね。実質的な活動中止にはなるのかな。公式 YouTube で最後に The One Stairway to Living Legend というタイトルの動画がアップされてたので、こちらも気になる方はぜひチェックしてみてください。でも決して解散ではなさそうだし、きっと少しの充電期間を置いてまた戻ってきてくれるんじゃない
ないかな。ベビーメタルってメタルをリスペクトしてるっていう点以外、何でもありの独創性あふれるグループだから、戻ってきたらまたファンたちの度肝を抜く曲やコラボ、ライブを見せてくれることを期待してます。それでは皆さん、チャンネル登録に評価の方もよろしく哀愁。ということで、次の動画でお会いしましょう。ヘビーメタル研究所、略してメタ研研究員1号と2号でした。See you!